新幹線に乗り込む時っていうのはもうパスポート持参ですよ。博多にね、行こうとしても下関あたりに検問所があって、こんにちは、大輔です。本日もですね、視聴者さんからのご質問の回答という形で動画を撮ってまいります。ドイツはどうなりそうでしょうか？至ってシンプルな問いかけいただきましてありがとうございます。ということでまずですね、結論からなんですが、観光目的のですね、渡航は7月以降の早い段階で、日本も可能になるんじゃないかと思われるんですが、PCR 検査などのね、手続きっていうのは免れなさそうというふうに、言わせていただきました。でですね、これからですね、この根拠に関して、皆さんにご紹介をしていくんですけども、このチャンネルはですね、これから海外渡航が一体いつになったら正常にね、行けるのかっていうところを最新情報を用いて、皆さんにお届けするチャンネルになります。コロナ明けにね、海外渡航を予定をされたい方というのは、チャンネル登録されることをお勧めいたします。それではですね、今日はこちらの順序で渡航解禁のね、根拠に関して、皆さんに情報をお届けしたいと思います。ドイツのコロナ感染状況、欧州圏内の国境制限解除の動き、7月以降のドイツ行きチケットのリスクということで、まずね、一つ目から参りましょう。ドイツのコロナ感染状況といったところなんですけど、ヨーロッパ主要国の中でですね、どうなのかっていうのを人口上位15カ国を並べてみて、皆さんと一緒にチェックをしたいわけなんですね。そうするとですね、100万人あたりの感染者としては、ドイツですね、2214名という数字になっています。で、これは日本の16倍ということなので、決してね、低い数字とは言えないですよね。PCR テスト検査の数に関して言うと、ヨーロッパ全体的に高い傾向にありますので、人口100万人あたりで考えると、日本のね、検査数の7、8倍はあるという計算になります。で、それでですね、新規感染者数の増え方に関してもドイツね、ちょっと注目してみたいと思うんですが、このグラフ見ていただけると、5月のね、中旬から落ち着いてはきているように見えますよね。で、6月初旬の時点でですね、とはいえ日に500名ずつ増えてますので、こちらの数字もね、気をつけていきたいところになりますね。だから日本の10倍は新規感染者数はね、未だにあるということなので、この事実に関してはきちんと理解をしておきたいなといったところです。ではね、次なんですけど、欧州圏内の国境制限解除の動きに関してチェックをしていきましょう。報道を頼りにですね、理解をすると、こちらの3つの段階で緩和されていく見込みなわけなんですね。まず第一に、6月15日にですね、オーストリア、フランス、スイス、こちらの入国制限緩和を予定しているといったところなんですね。これはですね、5月の13日にスイスの連邦参事会、要するに内閣に相当する機関がですね、発表している内容になるわけなんですが、スイスと近隣諸国、ドイツを含む3カ国の首脳同士で決定した内容であるということのようです。で、その証拠にですね、オーストリアの首相のですね、クルツさんがツイッターで6月15日にドイツの国境を完全に開放するというふうに表明していますし、ドイツのですね、ゼホーファー内相に関しては、5月13日の記者会見で、この近隣3カ国の検問をですね、撤廃するというふうにご自身で発言されてますので、これによってですね、6月15日の第1段階の緩和があるっていうのは、これ間違いなさそうなんじゃないかというふうに見させてもらってます。で、第2ステップなんですけど、それに続けてですね、EU 加盟国、イギリス、シェンゲン協定に参加しているアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタインと、段階的に緩和を予定されているといったところです。これは6月の2日にですね、ドイツのマース外相が記者会見で発表した内容ということなんですね。欧州圏内の各国からの往来禁止措置というのを6月15日から段階的に緩和をしていきますよという話をですね、彼がコメントをしていたといったところです。で、この時にですね、感染が多いスペインとの国境をですね、いつ正常に戻すのかについては、要注目なポイントなんじゃないかなというふうに見させてもらっています。ちなみにですね、シェンゲン協定、皆さんご存知ですか？こちらですね、加入国同士であればパスポートの提示なしにですね、自由に国境を往来できるっていう、そういう協定なわけなんですね。なんで欧州圏内のほとんどの
国がですね、加入している、この協定なんですけど、当然非加入の国もありましてですね、それらっていうのはイギリス、アイルランド、クロアチア、ルーマニア、ブルガリア、キプロスと、これらの国がまだね、加入されてないということなんですが、裏を返せば、それ以外の国に関しては、欧州圏内でね、移動のハードルが低かったということなんですよね。だからこれがコロナの影響によって、国境検問がね、復活したというものなんでね、これは大変なことですよ。だから日本でね、ちょっと考えてみましょう、皆さん。だから関東圏と関西圏がですね、間の名古屋あたりで分断されてるわけなんですよ。で、博多にね、行こうとしても下関あたりに検問所があって、自由にね、行き来できないと。だから新幹線に乗り込むときっていうのはもうパスポート持参ですよ。で、相当のね、理由の説明が必要ですし、もう必要に応じては、もうビザを申請にしに行くという、そういうね、状況が今ね、続いている。で、それが今、ようやく解消のめどが見えてきたということなので、こう考えるとね、国境付近でね、生活している人たちなんか、特にそうなんでしょうけど、恐ろしい状況ですし、ようやくね、それが解除されるということで、ほっとしているんじゃないかなというふうに、推測されますよね。はい。ということで、次の話題なんですけども、7月1日よりですね、段階的に EU 圏外からですね、入国が緩和されていくんじゃないかというお話ですね。こちらですね、6月5日に欧州連合の内閣に相当する機関において、内務担当ですね、ヨハンソンさんが報道陣に向けて語った内容なんですね。おそらく日本からの入国制限緩和っていうのもこのタイミングで検討されるんじゃないかと、議論されるんじゃないかといったところになります。で、あとですね、ちょっとこれ私が最近のですね、ちょっとニュース見て気になってたところなんですけど、ドイツに関してはですね、経済政策もホットな話題になってるんですね。メルケルさんが発表した内容はですね、1300億ユーロ。日本円で言うと16兆円ですかね。その規模の経済政策、景気刺激策っていうのが行われる見込みなんですね。我々一般庶民の観光客として、これがね、どういう影響があるのかっていうところを抜粋してお伝えしますと、7月から12月の期間ですね、消費税が減税されるということなんですね。ドイツに関してはもともと 19% の消費税率でしたので、これが 16% に減ると、3% 分減るということなんですね。あとは軽減税率の対象である食品類っていうのは 7% だったので、これが 5% にね、減るみたいなんですね。どうですか皆さん。これで消費がね、刺激されるかは、私はね、ちょっとノーコメントでお願いいたします。では次に参りましょう。7月以降のドイツ行きチケットのリスクに関してのお話なんですが、EU 圏外からですね、加入国への入国禁止っていうのは依然として継続しているわけなんですね。それが7月1日には、までね、延長が決定していて、それ以降で緩和を予定していると。裏を返せば、7月以降の段階的緩和っていうのは、可能性ゼロじゃないっていうことになるんですけど、じゃあね、我々はその7月以降の早い段階での緩和制限を受けて旅行の計画を立てようとした場合にですね、どういったリスクがあり得るのかっていうのをちょっと私の考えをこちらに並べてみました。3つあります。1つ目はもう感染症対策。これにつきますよね。今時点でも日本の10倍程度のね、感染者数っていうのは日々発生しているのがドイツであり、周辺のね、EU の各国という状況なので、日本以上にね、注意が必要ですよね。で、万が一ですね、風邪をひいても熱でも出した日にはもう大変ですよ。コロナじゃなかったとしてもですね、そうするとね、もう飛行機に搭乗できない可能性も非常に高いわけですから、現地で治さないといけないということなんですね。なんで、海外渡航用の保険、これはもうね、マストになるんじゃないかなと思っています。で、それはこういった観点っていうのはもう日本の水際対策、日本政府がやってる水際対策における
ドイツだとか EU 各国に対する見方もですね、影響を及ぼしているわけなんですね。なんでドイツから日本に帰国する際に、今は自主規制2週間必要なわけなんですけど、これがね、いつ解除になるのかっていうことは注意深くですね、見守っていく必要があると。で、もし仮にこの自主規制が撤廃されるということがあるんだとしたらですね、それはすなわちですね、その出国時、現地もしくは日本に入国した際に PCR 検査がですね、割とスピーディーに受けられる、そういう体制が整ったということを意味していると思いますんでね、このあたりの動きっていうのは注意深くね、見ていきましょうということです。それではまとめてまいります。ヨーロッパ全域ですね、コロナの感染動向っていうのはもうまず要注意ですよという点が一つ目。で、あとはですね、PCR 検査手続きであったり、自主隔離の余裕を持って渡航計画をね、もう立てる必要がある方っていうのは、もう致し方ないので、そういったところを、特に注意されて、あと保険をね、検討されていく必要があるといったところです。ということで、本日のまとめ以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか。欧州のね、このヨーロッパ圏語る際には、国境以外にもね、様々なボーダーラインがあって、ちょっと混乱しますよね。EU っていうね、ボーダーラインがまずありますよね。あとは、ユーロ圏、ね、通貨の、ボーダーラインありますし、今日はね、シェンゲン協定っていう、ところも皆さんにご紹介しましたので、これね、歴史を感じますよね。で、この他にもですね、皆さんが気になる国であったり地域であったりというのがありましたら、コメント欄でね、お知らせいただければ、こんな感じで私なりのリサーチを加えて皆さんにご報告をさせていただければと思いますので、ご意見いただけると嬉しいなと思います。それでは本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。